乾杯。うわ、意外と飛んでった。ここ。あ、そんな。あ、ちょっと甘じょっぱいかも。りんちゃんち。これでちょっと煮込もうかな。欲しいね、富士山。あ、ちょっと頭だけ見えた。頭だけ見えてきたね。はい、これから出発ですよ。寒い、足が長い。ここで熱を暖を取っている。足こたつ。ここは高いよ。よし、じゃあ出発しましょう。お腹空きました。ふーちゃんシート OK？ なんか意外と毎週出てるね。うーちゃんシート OK です。一回コンビニに行こう。よし。じゃあ行こう。ふーちゃん顔そっくり。ふてくされた顔でしょ。ふーちゃんの顔そっくり。じゃあ行こう。今日は200キロよ。大体ね。200キロなの200キロいかないぐらい。今年初めて全国制覇旅行ってね、なんか休みがなかなかなくて行けなかったね。まあ、今回もそこまで長い休みではないからそんなに遠出はできないけど、まあ、200キロぐらいだったら片道。東北とかさ、上の方攻めてっちゃってさ、関東近郊もさ、いい場所ないんだよね。秋田までね行くとなるとね、さすがに500-600キロあるから、もうちょっともう一日休み欲しいよねってなるよね。前後でどうしても時間かかっちゃう。でかといってね、いや京都行くってなって京都と同じぐらい離れてるからね。京都は特にさ、なんかもっと計画練らないとさ、なんかあの辺車中泊しにくそうじゃん。山梨って行ってなかったっけ？現役サラリーマン全国制覇旅ではまだ行ってない。行ってないのか。で逆に今回山梨もあんまり普段行かない山梨ちょっと行くから、そうだね、行ったことない場所もあるもんね。ちょっと県北っていうの、まあ、長野側の山梨の方、だからそれこそ八ヶ岳とかさ、あの辺あんまり行ったことないからね。ない。身延も行ってみたい。ゆるキャン聖地。なんかさっきからさ、このバックカメラがさ、ところどころ消えるよね。車の揺れとともになんか飛んだ感じが。多分なんかこの間スピーカーをちょっと線やり直したから、その時にナビっていうかデッキ一回引っ張り出してるから、あれかな、抜けかけてるのかな。いた。そうこんな感じで消えちゃうんだよね。両脇に雪積もってんね。山梨って意外と寒いイメージ。ここ何県なの？山梨。あ、もう山梨なの？知らんかった。勝沼で。ああ、ワインのとこか。うちらが住んでるところも雪それなりには降ったけど、すぐ溶けたもんね、次の日に。あと40キロぐらい。意外とさ、車内で別車食ってんじゃん、うちら。割とあっという間で、これぐらいの距離だと。200キロぐらいだった。あれがね、350キロとかになるとまだあとね、ここから200キロ。そうすると途中音楽挟んで歌っていくから。もう割と近いここに行っちゃえば、まだ600メートルで、これ降りてから、まあ、5キロぐらいかな。走るの。まあ割とすぐ着くんだけど、で今日はもうそこで泊まっちゃって、で明日からちょっと旅する。もう11時半だけどね。まあでも2時間ぐらいでしょ、まあ出発が遅かった。なんだ200キロのノンストップで来ちゃった。そうだね、ノンストップだね。なんか意外と雪残ってないね、やっぱ寒いんだね。あ、でもなんかほらこの道とかね、日陰なのかな。結構がっつり雪してる。よいしょ、無事到着。到着ね。いいね、でもなんかすっきりしてて今日。何が好きしてんの？ここが何もなくて、いつも何もないじゃん。いつも旅の始めだけ綺麗なんだよ。だんだん日を重ねるごとにいろんなものが増えてくる。なんか増えてましたっけ？ねえうーちゃん、おい見てごらん、うーちゃんなんて自分のクッションで寝てるよ。ね。今日そういやあれだな、久々にブルブル持ってきたな。
これブルブルバッテリー入ってるよな。入ってるとかこれ充電してあるよ。うーちゃんこれ食べりゃいい。まあ大丈夫だね。足りなかったらサラダもある。はい、ご飯です。今日ファミマパーティーでしょ。そうです。あとこれ買ってきて。ラケルだよ、ラケル。ラケルって渋谷だっけ、本店は。そうなの？違ったっけ。横浜のララポートの中に入ってることしか知らないけど。ああ、一番よく行くのはそこで。ブルブル使おうか。イエス。冬になってからマジで小田であんま出番ないんだよね。エアコンがやっぱね一番使うからね。あとあれだよね、使っても1レンジだよね。そうそうそう、今日みたいなね。よし。で、そして麺を入れて OK で、ボトロニックを確か切れへんだよね。今これセーフモードでしょ。そうなん。これオフにすると多分ウィーンっていっぱい入るんでしょ。あ、でも今まだ満タンじゃないからどっちにしろあれか。これ多分すぐ満タンになるから、満タンになって今オンになってるから、そうすると勝手に満タンで止まる。そうするとこっち側に電気を引っ張られなくて済むっていう仕組みらしい。500ワットで5分10秒。スタート。一番に出てる。かわいいね、ういちゃんも。もういやこれさマジですげえよね。音しないから。これ1300ワット今使ってっからね。この無音、この消音、静音性は今のところこれ以外見たことないよね。ない。これがナンバーワン。これね。むしろ電子レンジの方がうるせえもんな。電子レンジの方がうるさい。意外と機械音音するとね。気になっちゃうからね、一回。はい、一回。終わった？終わった。あれそっちは温めんの？その下の豚汁みたいなの。もちろんだよ。冷たいまま提供してあげようか。じゃあまだ差しっぱでいいね。いいよ。それ何、豚汁？豚汁じゃない。柚子胡椒入り鶏塩担々スープ。あ、違うの？あ、パパの。あ、違えか。これ豚汁やめたの？ママ。これパパ。うちら一向に痩せないダイエットしてるよ。でパパはね、この間まで腹筋ローラーとなんだっけ、エアロバイク毎日必死にやってたら突如1週間体調壊すって。下手だよね。一気にやるからね。そりゃそうなる。でも結構腹筋ローラーやるとだいぶ変わんない？インナーマッスルはちょっと鍛えられ始めた気はするけど、ちょっと最近サボってきちゃったからな。どうなってんだろうね。これ開けてみよう。あ、すごいすごいすごあ、い。意外とプルってる。あ、これ美味しそう。ファミマのラケル監修。まあちょっと熱いから冷まして。ママビール飲もう。まあウイスキー入ってんでしょこの中に。ハーバー。ああ、ハンバーにしよう。この旅はね、北総行けば拍手が入るはずだから、ちょっと拍手を買わなきゃダメだ。足ちっちゃくてないな。うちゃんが大きくなったってことじゃない？なんかもうパジャマちょっとちっちゃくなった。新しいの買おうか。なんか去年買ったばっかりなの。子供の成長は早い。よし、ブルブルはお疲れ様です。まだ88%もある。結ない構回したよね。回した。10分以上回した。相当回したよ。10分以上だな。いただきますしましょう。はい。なんかまだあといっぱい食べるもんあるから、もし出すんだったら。サラダ。あ、サラダだけ食べようか。あ、ついにデビュー。あれこれ1枚？それ1枚。あ、こういう感じなんだ。結構分厚いんだね。スノーピークのお皿。買ったけどまだ全然使ってないんだよ。これ軽くていいよね。どこ行ってもね、長いこと100均の小皿使ってます。もうちょっとそろそろ劣化がって感じだけど、細かいこと使ってパパビール飲まない？ビールは飲むよ私。なんかこれ色違うけど。そう桜だったから買ってきた。これ350なかったっけ？ないんじゃない？めっちゃ美味しそうだよこれ。本当だね。銀ビームだけど。すごい大変。よし、乾杯。じゃあ乾杯。すっごい。
やっぱハイボールや。ビールや。いやコンビニフィーバー。最近よくでも使うコンビニうちさ、ファミマが多いよ。ファミマが多い地域なんだろうね。だお腹いっぱいになった。幸せそうな顔してる。すぐ寝そう。今日はベッドは作りましょう。上はね、もう長いからね旅が、長いっていうか3日ぐらいか。パパもなんだかんだやっぱ後ろで寝てる方が楽だもん。楽だ、あれはマジでね、後ろのベッド最高だよ。家よく寝れるもん。いやでもさ、キャンカー乗りの人で話してると割といるよ。家から、ね、家より寝れる人ああ、いるね。一定率いるよ。パパ意外と車で寝る方が好きだもん。私どこでも寝れるからベッドを作ろう。上に詰め込むだけ詰め込み何でもかんでもいいよママ。えいいよ。手伝え。もうあれで何でもできんの。そうなの。そうするとまあ今ねOK。はい、ということでね、ベッド OK。よし、じゃあうちゃんおやすみ。おやすみ。電気消してあげて。もうママの顔が今こんな感じだ。そんなに可愛くな。はい、おはようだよ。おはようございます。声しか聞こえない。おはようございます。顔が見えません。おはようございます。おはよう。すごいね、今外気温マイナス1度らしい。寒い。じゃあさっさと準備してご飯も食べなきゃだし。うーちゃん今日雪があるところっぽいよ。早くうーちゃんもお着替えしないと。割とここ雪残ってるよね。思ったよりね。はい、ご飯作りましょう。パン焼くだけですけど、これ二刀流はさすがにきついかな。何とケトルときついんじゃない？さすがにブルブルも悲鳴を上げる。もういいんだ。いいよ。ギリいけそうじゃない？ギリいけちゃう。いきます。ギリギリいけて、そして静か。静かだね。じゃ結構足りないかなお湯。そうでもないかな。ギリギリ。これ面白い。あ、ぴったり。でもカリカリで美味しい。パパフランスパン。どうでもいいよ。じゃあクロワッサン。もう飲んでみる。ピザトースト？あ、それちぎれるんじゃない？だって暑いし、やけどしたら大変。熱くない。お皿持っていけない。熱くないでしょ。どう？グー？でもパン焼いたやつ欲しい。今日はご飯食べて雪んとこ行って、昔うーちゃん行ったことあるとこかもしれない。もう一個行こうと思ってるところはあれだよ。うーちゃんがカービィの時に初めてか2回目ぐらいの食べで行ったとこだよ。写真あ、そう写真とか動画でちょっとあママるけど、と二人でメリーゴーランド乗ったとこ。そうあれはちょっとあるかわかんないけど、雪音みたいな。そうだね。いい天気だ。山が綺麗よ、山が。でもこっちあれでしょ、長野に近い方なんでしょ。まあこのままずっと登っていけば。で今日はこれから清泉寮かに行って、多分昔1回行ってんだよね。多分ね、夏。そんなような名前のとこ行ったような気がする。なんかね、なんか萌木っていうねところも行った気がする。あれだけ今日行けないんだよね。白州蒸留所、ああれだけね予約制だったんだよ。が入れないとそこで買えないんだよ、白州は。白州買えるところがその中にあるらしいんだけど、それに入るのにもそれが必要らしいんだよ。そんな人気なの？人気でしょ。でそうそうないでしょ、ウイスキーのそういうのって。あまあでも山綺麗だよね。
でもこっちの山梨来るのは本当に久々だな。ねえ、また全然ちゃうね。夏しか来たことないもんね、山梨って。山梨っていうかカービィの時はさ、エアコンついてないからさ、そう避暑地巡りみたいなさ、ね、涼しいところをそう探して。標高高いとこ、涼しいとこ目指してたからね。そう思ったらめちゃくちゃ久々なのでは。上登ってきたけど下すごい白かったよ。ああ、ほらほら、見えてんのかな。綺麗。これらのアングルだとちょっと微妙かも。もうここようこそ八ヶ岳って書いてあったけど、え、すごいすごい、一面雪、めっちゃ雪雪してる。サングラス持ってくればよかった。でもね、やっぱ雪は眩しいわ、反射して。すごい、ここの横の斜面で子供たちが滑ってったよ。ガチそう。ガチ装備なんですね。スキーウェアだった。靴なんてママコンバースやぞ。平べったい。こんなやつだと思わなかったよ。すごい。思ったより雪あって今びっくりしてるよママ。だから止めれるとこはないんだよ。この辺りなんじゃないでも。よいしょ。目的地付近です。音声案内を終了します。お伝えあ、あれじゃないの？あ、奥になんかあるよ。ちょうどここだったんじゃないですか。どうかな。いいじゃん。あそこっぽいよ。行ってみる。下降りれない。あそこから降りれる。降りれる。お父さん。すぐご案内できるって。雪バナナ。ちょっと片腕だけ見て。いいじゃん、うーちゃん、これ。雪バナナ。絶対楽しい。うん、バナナだよ、これ。ジェットコースターよりか遅いから平気で。乗ってごらん。お馬さんにあ、そうそうそう乗るみたいに。あ、平気だね。あと足に体重かけてね。お尻じゃないよ。はい、こっち向いて。これくらいずつこのシーズン限定でやってるんですか。そうです、冬だけ。はい。なかなか広大ですね。そうですね。はい。夏に来たことあるんですけど、あ、そうですか。ちょっとイメージが違ったんで。あ、そうですね。雪が降った時だけはこれやるようにしてるんですけど。どうだった？意外と大丈夫だった。楽しかった？はい、こっち見て。行くよ。はい、うーちゃんも行くよ。はい、チーズ。どうだった？まだこれつけなくてもよかったかも。慣れたら楽しいっす。あ、本当ですか。はいあ、よかった。ありがとうございまはい、ありがとうございます。どうだった？すごい今でも目が回るんだけどこんなに世界って明るかったか思ったより平気だねでもちょっと怖い真ん中行きたいっつって大丈夫、ちゃんと握って足踏ん張ってっつって。でも500円は安くない？安い。一人500円安い。ね、なんか意外とこれでさ安い。破格だった。アイス買おう、アイス。とりあえずアイス。こっちがいい？どっちでもいいよ。両方。はい。君も座って待ってる？あれだね。練乳のような。あれ、目の前にいるの富士山だった。あ、本当だ。うっすらね。気づかなかった。だからあの辺にありそうじゃない？うん。でも埋もるかもしれないけど。大丈夫どう？大丈夫ないかな
積もりそう。大丈夫でしょっておる足が深い、これも深い、これも深い自分が深くなってるだけじゃん。そうこっちはいける。靴それせやろちょこちょここっちに出てきてさ、近い近い。冷たいうーちゃん歩いてる時思ったもん。それ。うわ意外と飛んできた。氷だって氷のリングらしい。屋外で少しずつ水を凍らせながら作りました。カメラはある。ふーちゃん上手。こういうところもさ、雪落ちてる。した。ベーコンと違うよ、ウインナー。パセリのウインナー。はブラックペッパーのベーコン。冷蔵庫入れとかないと。そうだよ。まあ今寒いから。確かに。気をつけて。かわいい。結構残ってんだねこの残っ辺。てる残ってる。あ、寒いもんな。寒いよ。現時点で。意外と雪積もってる。積もってる。なんかこんな感じじゃないと思って、そういう服っていうか靴とかさ、でこなかったからさ、ちょっとそもそもうちには装備ないけど。ないんだけどね。あ、すごいね。おお。白い。うーちゃんめっちゃ嬉しそうだったもん、雪。片側通行みたいな。これでもバス来たらえぐくない？次どこ行くの？こいつ萌木の村。ああ、言ってたとこか。いや意外と近かった。2キロぐらいだった。すぐじゃん。右方向です。清里の森。いやこれはでもちょっとですね怖いわ。およそ500メートルで直進です。そうかもしれないね。閑散としつつもあ、そうだ、これこんなんあった、ミルクポット。ファミリーマートだって。牛だ。牛。この辺かも。そうだね。この辺は駅ってことよね。およそ500メートル先踏切があった清里ね直進です。上が駅だったのかな。あんまお店はやってないね。そうそうそう。本ああ、こんなんやったね。この後の天気はそう晴れこんな時々曇り降水確率 20% こんなです。でしたわ。ここって泊まれるんだね。ね。なんか昔この辺に鉛筆があってね。あったね。なんかあったよ。上と下で違う店なのかな。下は下でオープンって書いてある。お土産屋猫グッズだって。雪になってちょっとよく分かってない。道がね。あ、でもこの辺じゃないか、うーちゃん動画撮ったの。歩くとピッコピッコなるやつ入ってさ。そう、それが多分この辺で。あ、メリーゴーランドある。うーちゃんここピコピコ歩いてたんやね。オルゴール入ったっけ？どうか、まあ入ったかもしれないね。入ったような気がするね。もしかしたら。ああ、なんかあったな、そんなの。美術館とかここも入った気がする。懐かしき。あんなに見たら上まで今行けないかもしれない。こういうあったかいからお腹空いたな。下がオルゴールのショップ。カードをお取りください。何時からなのかな。こ
5分後ぐらい。座ってよっかじゃん。何がなんだろう。自動演奏楽器というものをご紹介しています。今から100年ぐらい前にヨーロッパやアメリカでそんなものを作って音楽を楽しんでいた時代がありました。びっくりすると思いますので、心の準備をしてください。これのこのさ音の出るやつだし、これ変えると音楽変わるんだね。うん。こんなところにトライアングル。嘘、冷たい、信じられない。あ、いったならんと。ゆいちゃんママ見て。ゆいちゃんママ見て。やってるでしょ。急に人が近寄る。やってない。入ってるよ。どっちでもいいけど。あ、そっちだとほら。たまらんね。思ったよりボリューミー。ビーフ。あ、ボロネーゼ。ゆいちゃんすごいじゃん。多く出た。教えた。美味しいんじゃない？でかいよ。じゃあこっちに。写真撮るよ。こっちの方で。なんか奥の方すごいモクモクしてる。そうだね。もう寒いんだよ多分。気温が結構ぐっと冷えたじゃん。うん。なんか日がなくなっちゃって。寒いな。ご飯がなかなかのボリューミーだった。今日あれ男の人でもお腹結構パンパンになる量じゃない？多い。でもママのやつはあれで今 20% 引き。寒さ割りだからね、気温が決まってるらしいよ。あれ1000円もしなかったよ。安い。960円とかなんか70円ぐらいだったよ。この小作昔来たんじゃない？ここの小作か来たの。そう昔だからそれこそカービィとか綺麗。重いね。あれはすげえよ。すごい綺麗に白明光線が見えるらしい。すんごいな。見えてるかなこれちゃんと。めちゃくちゃ綺麗。すごいね、光が差し込んでる。うん。写真撮る。あれはでも山があるからだね。それも山と雲の間から日差しが出ていい感じにちょっとガスってるからそうそうそう。綺麗に見えるんだな。
日が暮れてきたんだいぶ。なんかもくもくしてんのはみんな雪なのかな。どうなんだろうね。霧山んとこね。一回行って道の駅で揃いそうだったら道の駅で揃えて、うまあなんか揃わなそうだったらスーパーに行ってんうんでどっか温泉になると。ね。白州が売ってないウイスキー。本当だよ。白州まで来て白州が売ってなかったっていう。多分この辺はない。道の駅白州の横にあるスーパーでさえなんか稀に入ってくるさ。稀に入ってきてそれで整理券みたいなのがあってそれを持ってないと買えないみたいな。その数分しかないでしょ。需要と供給が合ってないんだよ。まあそんな感じで白州があるんじゃないかと勝手に思ってたんだけど、なんもなかった。せっかく白州まで来たから白州買いたい。贅沢なお酒。雪がすごい。ありませんでした白州。マジでないね。荻野に行ってもないんだよ今。あれなんでしょう、ジャパニーズウイスキーがみんなないみたいな。まあしょうがないよね。でまあちょっと時間使っちゃったから急ぎ目で温泉ちょっと温泉に向かうから高速でぴょんぴょん。まあちょっと距離あるから走りましょう。気づいたら到着です。なんか混んでる。あとあそこは入らないからなうち。ドライヤー。よいしょ。めっちゃ混んでたね温泉。うん、すんげえ混んでた。男の方もすんごい混んでた。あ、そう、なんかお風呂自体がまず入った瞬間に洗えるスペースなくて足がすごいことになったよ。でやっと見つけたと思ったらどうしたの？足だよね足。車でドライヤーできるってパン。その間今日泊まるとこ探そう。いやー風呂混んでたな。安いか安いね。1人500円、子供300円。思ってくれ安かった。1300円だったね。一応露天風呂もあったし。あそれはそこでもいい。生姜まあもう遅いから食べるぐらい。でも2つそれ全部やったら全部やったでさ、多分、あとお肉があるからね、これだけにする。今日なんかあれだね、割とポタで大活躍中じゃない。なんでついていくの？ビビンバもできたの？ビビンバできた。ファミマビビンバ。でも焼肉やるとああ、そうマックスワンね。なんでうーちゃんの方見てんの？これなんだっけ？藤山ビールか。バイツェンって書いてる。そう、バイツェン。なんかこれ柑橘っぽいフルーティーなって書いてあったから。これもクラフトビール？じゃない？ああ、でも富士吉田だ。今日はこれです。今日はこのメニューです。上等じゃん。コンビニと。あとほら。あ、そうだ。牛タンね、焼かなきゃいけない。何食べよう？じゃあ火つけます。今日はこのストーブで焼いてネギをマッキーしてこれにつけてごまだれお好きな量あれして食べてください。こぼさないね。ひたひただね。一回飲んでいい？はい、乾杯。乾杯。あ、でも飲みやすいよ。富士山ビール。いかがですか？ちょっと冷めにくい。焼くよ。ほいほい。牛タン食べるのは久々な気がする。これ？ネギを
今日白州買えなかったのが残念だな。残念。何よりも残念。何よりも今日は白州を最後に買おうと思った。なんかこのビビンバも焼いて焦げつけたら美味しそう。最近ちょっとお肉ちょうだい。すごい。そしたら塩もかけてない。よし。ビビンバ。ああ、泡だらけ。パパのやつ入れてあげるよ。おこげになってんじゃん、ちゃんと。どう？確かにちょっと味薄になっちゃうかも。あ、キムチがないのかも。電子レンジだとちょっとベタっと感が、焼いた方が少し水分飛んで食べやすく美味しいかも。今日のコメントテーマです。今日はちょっとビールを買ってきましたが、ビールを飲まれる方はどのビールのメーカーが好きですか？我が家は札幌だね。今圧倒的札幌札幌クラシック。か。あ札幌クラシックも飲むね。まあでもあれ北海道だね。そう。でビールが嫌いな方はじゃあ主に何が好きなのか。何、まあウイスキーが好きだったらウイスキーの何とか、缶チューハイだったら缶チューハイの何みたいな。それ以外逆にあれだったら何？だね。クラフトビールとか飲む人はね IPA が好きとか、うん逆に教えてほしいよね、そっちは。我が家もね割とビールを飲む方ではあるけど。最近ダイエットで飲んでなかったけど。じゃあ今回のテーマよろしくお願いします。コメント欄で教えてください。よろしくお願いします。うーちゃんは去ってった。うーちゃんとママのデザートはイチゴ、パパのデザートはピスタチオ。辛いでこんな。あ、ここ辛いで。いいね、カップホルダーの新しい使い方で。タッチをこっちに、はい。袋ここね。辛。サンキュー。あー、美味しい。今日はよく寝れそうな気がする。うーちゃんもよく寝てそう。ちょっとパパ食べに行く。うーちゃん何気に食べるじゃん、ピスタチオ。ね。うーちゃんイチゴとピスタチオどっちが良かった？どっちも。まあピスタチオは美味しい。ご飯も食べて頭ゴロゴロするだけ。超絶眠いもん。もう寝る？もうだからもうすぐ寝れるように急ピッチに洗い物を入れた。ちなみにうーちゃんは後ろでゲーム。うーちゃんはねいっぱい寝てたからいいけど。移動中にね。パパたちはゴロゴロタイム。二人タイム。これだけスペースありゃいいよね。それぞれのキャンピングカー時間。よし、じゃあ寝よっか。じゃあ歯磨きも終わったし、ママも歯磨き中。ママはもう半分寝てる。よし、うーちゃん寝るよ。はい。バイバイ、おやすみ。バイバイ、おやすみ。うーちゃん、おはようございます。ママの真似して隠れてる。うーちゃん？うーちゃんどっか行っちゃったの？緊急事態です。うーちゃん行方不明。うーちゃん行方不明。おはようございません。おはようございまさあ起きるよ。いいんじゃないか、ほうとう。これ買っちゃおうか。だからあんま道の駅らしい道の駅じゃない道の駅なんだね。ここサービスエリアにもなってるってことだよね。向こうかしがサービスエリアなんだよね。パーキングかサービスエリアかで、なんかそこが網から向こうがそうで、そこから入れるらしい。っぽくない？ほら、温泉って書いてあるかっち。今日は天気がよく、山がすごい。おお、すごいね。山すごいよね。南アルプス。綺麗。信号を左方向で今日はあれ、身延山や。身延。身延？
ゆるキャンの聖地。行ったことないんだよな。身延だけは今まで一回も行ったことないんじゃない？ないないない。初身延。ちょっとずっと行きたいなって数年前から思ってはいたものの、行く機会なくてずっと行ってないんだよね。ちょっと下なんだよね、山梨。なかなか行く機会がなかったから、この山梨旅の時に行こうと思ってたんだよ。本栖湖とかもそっち側ってこと？うち本栖湖も行ってないじゃん多分。本栖湖も行ったことない。でもあれは港湾の前通ろうかなぐらい。今日なんか割とゆるキャン聖地巡礼みたいになってない？そうそう。綺麗な景色です。雪だいぶ溶けたのかな。こっちの方はあんま雪ないってことか。昨日のとこの方が寒いのか。こっち10度あったよ。意外と遠いの。27キロ。意外とある。30分後。およそ200メートル先、右方。でも雪残ってる。日陰は。残ってるってことは降ったの。わおわあ、もうつけるの。お。マジで。あんな高校生活送ってみたかったよ。グラウンドで焚き火はなかなかだけど。でも楽しそうだよね。ちょっとさ。駐車場がここか。あとね、あとこれか。あとね、駅の方にね、あって。それ駅の方がちょっと大きいから。これ駅。おお。これあれだよ。ゆるキャンの駅。へえ。あ、今車が出てきたし。あ、身延まんじゅう。そこ。あ、でこれがほら、りんちゃんたちが。へい。これが駐車場なんだ。ここね、すぐね。商店街駐車場。へえ、2時間制だって。この奥のとこの方が来客用だったみたいで、ちょっと回る人はこの来客用なんじゃない？とか、あとね、やっぱキャンプちょっとでかいからね。奥にね。無事に到着。電車来る。身延駅。さっき電車通って。ここが駅だね。あそこがあれや。身延まんじゅうだ。ここで食べるか。本当だ。りんちゃんスクーターでしょ。これでしょ。ふーちゃん見てほら。りんちゃんのバイクで。りんちゃんのバイク。りんちゃんスクーター。いいの？あ、でもそっか、みんな電車乗ってんのか。高校生だから。あれだとね。綺麗だもん。富士山どこだろう。どこだろう。なんか街並みが結構古い感じの街並みだね。ここだ。ここだ。ああ、ゆるキャンの身延まんじゅう買ってこっか。これでしょ。身延まんじゅう。買ってきました。おまけのまんじゅうももらったよ。あ、そうなの。そんなのあるの？え？おまけ。あそこで食べようじゃん。おまけもらった。ここ。そうやで、うーちゃん。これあれやで。りんちゃんと同じ川やで。そうだよ。ここでみんな見ながら食べてたっていう。そうだよ。おまけのおまんじゅう2個もらったよ。もはやおまけだけで足りちゃうかもしれない。はい、どうぞ。身延って書かれてます。パパもあるよ。身延。これパパ。
あ、ちょっと甘じょっぱいかも。あ、でも美味しい。皮がもちもちしてる。ロープウェイで登れんのかな。なんかロープウェイっぽいのあるよ。そうでしょ。さあ、どうする次。いや、特に何も決めてないからちょっとフラッとするか、それとももう本栖湖行っちゃうか。本栖湖とか回るんだったら早めてた方が楽は楽。よし。結構ぎっしりしてるから。重くない？重っ。そんなに重い？重いよ。持ってる。あ、重い。思ったより重くない？重い。ヘビー。よし、まあとりあえずちょっと本栖湖周り行ってみるか。身延まんじゅうを買っただけだったね。バリヒョロヒョロっと見て、この後まだちょっと散策したいから早めにって感じだね。ロープウェイとかだとか。これ身延さん。なんかゲロの皮みたいな。そうだね。から一回買い物行きたいんだけど。あ、さっき言ってたとこ。そう。でもどうせ買い物行くんだったらゆるキャンのセルバ。漫画だとゼブラ。ゼブラ？そう。でも本物はセルバらしい。で、そのちゃんとモデル地になった場所がこの近くにあるからそこ行って、でアニメとか漫画だとそのゼブラの横確か酒屋なんだよ。アルバイトしてたとこか。そこの酒屋がもし酒屋もあるんだったらワンチャン白州ないかな。白州パトロールもしてる。あれ酒屋はないのかな。酒屋もあんのかコメリはな。なんか何個かあるんだけど。これか。サンロード。あ、シャトレーゼ入ってるじゃんパパ。でもコメリなんじゃないこれ、もしかして酒屋じゃないんじゃない？あ、シャトレーゼなんじゃない？あ、そういうこと？あれじゃん、酒屋じゃなくて、それか薬のスーパードラッグか。どうだろう。セルバ。コメリかな。コメリだったのかな。こっち側にもあるけどちょっと分かんないね。何を買ったの？よもぎ。大福？大福とか。まんじゅうじゃないんだ。シャトレーゼで。そう、シャトレーゼで作ってる。しかも白州の名水って書いてあったで作ったよもぎ大福。結局酒屋さんはなく、そう今回の旅拍手を諦めてください。いや本当に白州こんなにもないんだっていう。ない。今ブームなんだね。こっから本栖湖近い。言うて30分ぐらいかな。あ、そうなの？そんなに近くない。りんちゃんの家が近いの？まあ近いっていうか道中で港湾に向かう途中にりんちゃん家があるらしい。多分車から見て終わりだと思う。止めづらそうだもんね。右側に出てくるよ。右側にそこ開けてみてみよう。りんちゃん家もうちょっとだって。もう来るよりんちゃん家。あれか？あれだ。あれだ。あれがりんちゃん家だ。止めれないねあれは。今目の前にあるからすぐ横に通る。今うーちゃんの横に見えたやつ。これから見える。今これりんちゃん家。りんちゃん家です。りんちゃん家。さあ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 。終わっちゃったりんちゃん家。一瞬で終わった。多分映ってると思ってる。あれなんとか会館とかなのかな。なんだろう。公民館的な。全く使ってないわけではなさそうだっていう。結構いきなりりんちゃん家でびっくりだわ。施設か。この辺もまだ身延町なんだね。そうだね。ちょっと走ったもんね身延駅の方から。さっきよりこっちの方が涼しいのかもね。まあ山あいだからね。戻ってってんかな。雪がすごくなってきた。なんかすごいぐるんぐるんしてる。なんかこれからぐるんぐるんする。なんか山梨って面白いね。景色がすごい変わる。
目まぐるしく変化する。時期もあるんだろうけど、なんかでもあれだね、やっぱ気温下がったからね、なんかちょっと寒いよ。山道。ママなんかナビ見て。あらナビがなんかえぐい。だいぶ忙しいことになってる。これ動画撮れないかもしれない、グネグネしすぎて。ナビがえぐい。すごいグネグネロードや。今日はドライブ動画。ドライブ動画だね。すごい。こっからグネグネロード。幸い今のところ道の細さはないからいい。これがいつまでってまだ半分ぐらいあるな。まだまだあと半分ぐらい。いや山綺麗よ。映ってるかな。なんかキャップであれしちゃってる。そんなことはないか。全然まだ走りやすい。やっぱこれで道幅がないとなると結構しんどくなる。こんだけグネグネして道幅ないと寒い。いい景色。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。結構登るんだね。そうだね。本栖湖って雪降ってんの？降る場所なの？ちょっとお外ダウンじゃないと寒いかもしれない。それ本栖湖っぽいよね。そう。駐車場？あ、これか。これが駐車場ね。おー。お、すごいね。なんかすごーい。わあ、綺麗。綺麗。本栖湖。寒いね。ふーちゃん後ろ見てごらん。雪や。だからキャンプ場はさ、公安はこの下でしょ。さすがにこの時期やってないのかね。やってるか。やってるね。すごいね。寒いなここやっぱり。ゆるキャンのトイレ行く。あ、惜しい。富士山がもう少しで見えそう。惜しいね。頭がちょろっとだけ見えてる。確かこんなだった。ゆいちゃんもその横でやる？写真撮るよ。気のせいじゃない？気のせいじゃない、雪だよこれ。本当に？ほら降ってんじゃん。雪降ってるよ。お、すごいな。本栖湖凍ってはないんだ。寒い。欲しいね富士山。あ、ちょっと頭だけ見えた。頭だけ見えてきたね。見えないうん？あ、でもちょっと見えてきたじゃん。うん。いや、綺麗です。本当だね初めて来ましたが。雪だらけだね。どこも雪。あっちはどう行くの？普通に行けんの？どうやって行くんだろうね。なんかこのまま降りれる臭かったけど、うん。通れるんだったらちょっと降りて行きたいけどね。ね、道幅的に行けんのかもしれない。なんか狭そうじゃない？狭いのかな。でもでも。いやでもすごいね。この時期キャンパーいっぱいいるね。キャンプは無理だろうね。うん。斜めすぎる。もう帰りの方向ゆるキャンプ。さっきね、ここで。そう、この話。景色の良いルートに入りました。およそいやー惜しかったね。でも富士山ワンチャン行けるかなと思っててっぺんだけ見えたね。でももう暗くなってきちゃったから、これ以上は晴れないと思うな。軽さがね。いや、寒かった。耳痛かったもんね、それなりに。3度って書いてあったけど。ただこの環境でキャンプできるかね。そうだね。フル装備で来ればいけるか。だから薪ストーブある人は薪ストーブあったら最高だろうね。ちゃんと準備しないと結構やばい。やばい。おー、綺麗。もう閉めていいよ、横。寒い。すごい。本当はここに富士山がボンってあるんだね。本栖湖。またちょっと来たいな。意外となんかあれだね。何個キャンプ場なんだね、本栖湖って。やってるかどうかはわからない。そうそう。こういう湖沿いに RV パークあればいいのにと思っちゃう。最高だね。で、こっからはどちらへ？からは今日は RV パーク撮ってるから。ラグウェイ。りょうちゃんいないけど。
りょうちゃん不在だけどりょうちゃんのとここの間ちょうどねジャパンキャンピングカーショーアワード取った。でインフルエンサー部第2位。でも動画にはしてないんだよね。りょうちゃんは結構昔からラグウェイをねオープンした時くらいなんかちょこちょこ会うようになって、そう山梨旅ではどっかしらでラグウェイ入れようと思ってて、ほら紹介してなかったね。まあまあとりあえずそこにここからあと1時間ちょいちょいぐらいかかっちゃうね。とりあえずピュンだね。南アルプス。でもなんかさっき甲府市って書いてあったよ。流れ川で、あそこ雪降ってんのかな上のとこ。なんかでも雪降ってそうやなあっち側。でも片やあっちはすごい綺麗に山が見えてる。でもこの辺はあんま雪残ってないね。そうだね言われてみれば。荻野行って最後の白州パトロールはございません。さてもう近いよなんかすごいラグウェイ。ラグウェイはあれなんだよね、まさかのタンカー仲間がいる、もう先にいるっていう。そうもともとね山梨に全然突発できたからもともとラグウェイも予定してなかった。どうせ行くなら行きたいなと思ってたらたまたま今日ラグウェイいるよみたいな感じで山梨いるよみたいな。そうそう。一人はキャンピングカーオーナーズで出てくれたリバティので一人がオーナーさんそういやこの間ほら紹介したさ千葉のメッキのやってくれた方、エメズホイールさんがまさかの山梨ラグウェイにいるね。もう今向かってる人だもんね。でラグウェイはねこの辺から曲がるんだよね。あれかここがね結構みんなね狭い本当に合ってるみたいになるんだよ。住宅街だよね。最初はマジでハテナマークなの。え大丈夫ここみたい。行ってみるとあったってなる。だから知ってればなんともないけど知らないと確かにちょっと一瞬あれだよね。目的地付近です。音声案内を終了します。ここがラグウェイ。降水確率 20% これちなみにラグウェイのレンタカー。座る分にはいいんだけど作業すると腰が痛い。ベシワークマンそれワークマンのなんだっけポンチョみたいな。ポンチョキャンプ用にちょうど良さそうなやつ。そうそうこれワークマンのズボンはもう鉄板だめよ。っちゃもう重宝してる。これめっちゃ高い。うちもパパもだってもう履き替えてきてる、ワークマンこれは鉄板よ。なんかキャンパーみたいでしょ。で今日久々にフル装備。これマジで久々に出したから汚いっていう。あと照明は適当にとりあえず3連と3連、今日は風段のみで頑張ると思います。あとルーメラ、あと一応ランタン一式、どこのタイミングで出すかまた考えて。バッテリー入ってるでしょ。入ってる。初。そうね。空調服のバッテリーにもなる。そう。どっちも使えるってやつ。これか。これ。そうそう。それでさ本体光ってない。本体そっちじゃない。こっち。あ、ついてる。じゃあ OK。それで OK。お疲れ様です。お待たせしました。3周目で人だけ入れちゃったから。フィーダーがないから頑張ってる。形が変わります。そうなんですね。もつ焼きで。もつ焼きで。串なしだと思っていた。これ入れればあったかいんじゃない？でもさあんまり入れすぎると溢れちゃうか。なんかでもやっぱりね、ずっと食べてるとわからない。もうちょっと釣れると思ったんだけど。あれみたいな。なんかでもこれの方が油があるからちょっと揚げたみたいになってる。こっちの方が美味しい。新しい料理。あ、おかわりも。うまっ。全部肉入れちゃう。みんなドリルみたいになっちゃう。そう、うどん入れたらやばいんじゃないかな。溢れちゃうからもしかして。余計そう。やばいねこれ。雨降ってきたな。大丈夫かな。混ぜられるかな。量が。なんかもう下に野菜が溜まってるからひっくり返したいんだけど、これでちょっと煮込もうかな。
一日ずれててちょっと待っておやおや完成。そのうちもさーっと起きてくるそれはもうちょっとやばいよ。ちっちゃいのあちちになっちゃう。なんかすごいな。適当に入れちゃうね。ちょっとはい。ね適当にはいどうぞ。よし。楽しい夜はあっという間で。ふーちゃんおやすみ。よし、おはようございません。おはようございません。ふーちゃんもおはようございません。さあ準備してちょっと一回サイトも片付けないと。よし、じゃあちょっとやるかい。よしね、今回泊まったラグはこんな感じ。朝起きたらオーナーのりょうちゃんもなめかじさんもいつものメンバー、集合していたという。でも白馬から帰ってきたみたいでびっくり。ちなみにこんな感じのすごい高規格なこんな感じで大きい車も入れる。まあ本当はねこの奥に入るんだけど、もう今日はねそのまま皿止めしてるみたいな。あ、そうそう、でこのラグウェイはこれレンタルやってます。マトリックスレンタル。今僕のボーンの横に泊まってるサンリビングもやってる。3体ぐらいあるかな。そうで、施設がダンプもあって水道もあってお湯も使える。こんな感じで、あと電源、あとここ使える。ここ使ってテントとか、まあ、昨日もここでテント立ててで分別すれば缶瓶とかこういうのも捨てれます。ゴミも有料かなで捨てることができます。この中にねトイレとかあって、はい、こんな感じですね。はい、スーパー綺麗だし結構広い。なんで別にね温泉とか入れなくてもラグウェイ来ればね一応シャワー入れる。で今真冬ですけどそれでもちゃんと使いました。できたらここで受付かな。りょうちゃんいる時はねりょうちゃんのとこ行って受付もできるけど、いない時はねここで受付してお金を払って、まあペイペイでね振り込みも可能と。でトイレはねこんな感じであります。トイレねかなり綺麗です。ちゃんとウォシュレット付きのトイレですね。りょうちゃんいるときはこれ使える。洗車ができる。あ、洗車やらせてくれるって。あ、本当に？やったもう汚いからな。そう。ちなみにオーナーです。ラグウェイさんのオーナーです。りょうちゃん。あらす。あ、もう早速ガンガンかけてもらってるという。でなんかこれはラグウェイさん泊まればこれねなんかりょうちゃんに言えば貸し出してくれるってことなんで、洗車可能。いやめっちゃありがたい。この時期雪とか走るんで泥がねすごいんですよね。泥を落とせるだけでも全然違う。これちなみにもう普通の高圧ででお湯でやってます。あ、お湯でやってるんですか。はい、あ、お湯出るんですね。お湯出るんですここで、はい、お湯洗車。お湯洗車です。僕が冬洗車しなきゃならないんで、あ、寒いの嫌なんでレンタカーを洗車しなきゃいけないから、はい、なるほど。お湯出るよ。なるほど。あ、そうそう、レンタカーがちなみにこちらもこれもレンタカーやってます。サンリビング、あとこっちのねアドリアもこのサイズぐらいだったらね結構乗りやすいかなと思います。あ、もう結果いいわ。こんな感じで前から行くとこのメッキも綺麗になって、そうですね、これも綺麗になって全面的に綺麗です。ホイールも綺麗。こんな感じで全部綺麗です。ありがとうね。重い重い。帰りましょう。最終日はずっとラグウェイ。最終日ラグウェイだったね。1日ラグウェイ。いないかと思ったらね、まさかの洗車までしてもらっちゃって。そう、本当ね最後ねラグウェイってどんなところなのか紹介になっちゃったけど、でも本当ねここねすごいその辺はね良くてね RV パーク自体、まあ実際ほら今回さキャンピングカーショーでもインフルエンサー部門第2位だからね。うん、そうだね。でほら今回さ温泉行ったけどさ歩いていけんじゃん。あ、そうそうでラグウェイ割でね1人大人500円になるんだっけ。もあるし、あとね動画では紹介してないんだけど
ラグエイから出てすぐなんですけど、この右側にある福源っていう台湾料理だっけ、ここがこの店。この店がね、いつも行くところで、ここ美味しいし安いんだよ。安いで、大とんでもなく盛り。安いんだよ。意外とこのラグエイ止めちゃえばね、その場足でね行けちゃうから、そうそうそう。その辺はねちょっとねまた違う魅力がある。うん。ここを拠点にすると、最初初日に行った北斗の方、うん八ヶ岳、うんあの辺もここからだったら近いからで、逆に昨日行った身延はいはい。も近いで、ちょうど間だからね、それもいいんだよ。ラグエイこれ場所がいいで、今回は全然紹介しなかったけど、そのほら河口湖とかさ、山中湖とかさ、もううちも多分数えきれないぐらい行ってるから。今回はいつも行かない山梨ルート側をそう散策って感じだね。そうで、山梨って結構ね見るところあるから、今回だからこっちだけに絞ってよかったよ。そうだね。あんまりあちこち行かなくてよかった。うんうんうん。その中でやっぱ楽しめたから。そうでまたね、これはね冬の山梨でねすごい楽しかった。まああとはねここからゆっくりね帰るだけだ。でも今日はねお風呂も入ったし、ご飯も食べたし、ふーちゃんも歯磨きしたから寝るだけだし、寝るだけ。そんな感じで、もうあとさらっと帰ろう。何時間かかるんだろう。いやでも2時間半ぐらいだよ。ああ、もう空いてるしね。まあゆっくりね安全運転で帰れば OK だよ。